こんにちは、ジェイカムです。今回は私がフォレスターを購入して1年が経ったので、1年レビューをしたいと思います。この動画を見てもらうと、SUV を買おうとしている人や、フォレスターに興味があって購入を検討している人の参考になると思います。私が気に入ったこと7点、改善要望3点を紹介します。そして、これらを踏まえて、次回の車に期待すること、そして最後にフォレスターに搭載しているアクセサリーを紹介して終わりたいと思います。あくまで個人的な意見なので温かな目で見てもらいたいです。それでは早速気に入っている7つのポイントいきましょう。1点目は外観デザインです。私はちょっと斜めから見た時のデザインを重視しています。自分を分析してみると、横幅で 1800cm を基準としてそのデザインが好きかどうかが決まるようです。個人の好みになりますが、そもそも私はスバルやマツダ、ベンツ、ジャガーのデザインが好きです。志賀高原の横手山スキー場に行った時に、フォレスターと雪って似合うなぁと思い、やっぱりフォレスターのデザインが好きだということを再確認できました。正面からのデザインはフォレスターの前に保有していたアウトバックの方が好きです。というか、アウトバックのレッドワインとブラックの組み合わせは最高だと思います。フォレスターで一番気に入っているのはバックからの眺めです。2点目は内装デザインです。車に乗り込むときに目に飛び込んでくるフロントデザインを気に入っています。センターにあるモニターウィンドウについても気に入っているポイントです。私は助手席から見えるドライバーのフロント部分が一番好きです。X モードのスイッチ類、そして空調等のスイッチ類はアウトバックと比べると少し若者向けになっており、私はフォレスターの方が好きです。3点目は静粛性。その結果、音楽を楽しめるということです。スバルグローバルプラットフォームになり、前世代のフォレスターと比較して静粛性が良くなりました。アウトバックと比較すると、若干アウトバックの方が静粛性は上だと思います。しかし、十分満足できる静粛性になっているおかげで、搭載しているナビであるダイヤトーンの音質の良さを確認することができます。車に乗って音楽を聴きながらドライブした時に、ハッとさせられる瞬間が何回もありました。その曲の良さを新たに発見することができるので、フォレスターに乗っている満足感が増します。少し紹介します。4点目は視認性です。助手席からの映像でわかると思いますが、
ドライバーの右側の視界がとにかくいいです。助手席の視界もいいのでドライブが楽しいです。ちょっと上目線からの映像になりますが、視界が開けているのがわかると思います。高速道路はアイサイトを利用して自動運転していますが、視界の広がりが自動運転の魅力の下支えになっていると思います。5点目は最小回転半径です。フォレスターは他の国産 SUV と比較しても一番最小回転半径が小さいです。これによりワインディングロードのカービング時の先頭のカーブへの突っ込みがスムーズでとても気持ちいいです。また今回の動画のようにスキー場の駐車場に止めるために急な曲がり方をしなければいけないときに他の車にぶつかるか気にするストレスが少ないのもいいと思います。バック時にも同様なことが言えます。この曲がりやすいというのはフォレスターの一番の運転の醍醐味だと思います。6点目はちょっとマニアックですがフラットな足台です。私はよく車を洗車します。屋根を洗車するときにフォレスターは登りやすい構造になっています。キャンプをする人のことを考えられており、かゆいところに手が届く感じが大好きです。今度ルーフボックスを購入する予定なので、このフラットな足台はいいと思います。最後7点目はどこにでも行けるということです。車の一番の目的は移動することです。夏は川岸の岩場があるような悪路でも走行可能です。夏のバーベキューや川遊びという思い出を作ることができます。冬は雪道だろうと行きたい場所に行けます。ちょっと視界が悪くても問題ありません。その先には行った人にしか体験できない絶景が待っています。家族や友人と景色がいい場所で遊ぶと心がとても癒されます。そして通常運転で問題があるような場面に遭遇しても、フォレスターには X モードという四輪を個別に動作させることで深い雪や凍った道路、そしてダートのようなぬかるみも走破できます。
日常でもドライブを楽しんで妻との記念日デートに出かけています。駒台と駒上と子供たちを海岸に連れて行き、ゆったりとした時間を楽しむこともできます。フォレスターは季節を問わずいろいろな場所に行けます。ここからは改善要望3点です。1点目はヘッドレスト幅を13センチ以上にしてほしいということです。市販のヘッドレストホルダーがなかなか使えないので困っています。2点目はガソリンタンク容量を増やしてほしいです。満タンに入れると560キロを走るので、スキーや近場の旅行は全然問題ないです。ただ、コロナが収束したら関西や四国、九州の長崎県にフォレスターで旅行に行きたいと思っています。高速道路でのガソリン給油を考えると、もう少し容量が欲しいなと思ってしまいます。3点目は発進時40キロ以上モーター駆動してほしいということです。現状 e ボクサーは30キロぐらいでモーター駆動からエンジンに切り替わります。都心を走っているとよく混むので、40キロまでモーター駆動だともう少し燃費を稼げるのになぁと思ってしまいます。次回の車に期待することは荷物にまつわることです。一人でスノーボードに行ったり、友人と遊ぶときは今の大きさで満足しています。しかし、家族旅行となるとかなりギリギリです。子供が成長したので、高さがあるフォレスターを選びました。アウトバックより長さが少し短いのですが、やはりもう少し長さも欲しいと思ってしまっています。車中泊用に子供のために布団を敷きます。アウトバックだと余裕で収まったのですが、フォレスターは少し座席部分に乗り上げてしまっています。フォレスターの高さでアウトバックぐらいの長さが欲しいなと思います。最後にフォレスターに搭載しているアクセサリーを紹介したいと思います。1点目は磁石を使ったスマホホルダーです。これは本当に重宝していて、フォレスターのデザインにもマッチしているのでかなり満足しています。2点目はガーミンの前後ドライブレコーダーです。ガーミンダッシュカム 46Z という機種になります。ワイヤレスで自分で取り付けることができるドライブレコーダーを選びました。アイサイトにも干渉せず、一度取り付けてから一度も外していません。スマホにワイヤレスでドライブレコーダーのデータを転送できるので重宝しています。これによりいろいろな場所にドライブに行った映像を撮ることができるので、かなり買ってよかったと思っています。
最後にガーミンで撮影できた桜道や景色の良かったドライブ映像で終わろうと思います。私は愛車のフォレスターの紹介動画やフォレスターに搭載しているタイヤトーンの音質紹介動画、在宅勤務環境の動画やガジェット動画、またキャンプや旅行の動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。